ザブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩谷です。前回はリューデンスハイムね、ライン川をご紹介したんですが、今僕がいるところ、目の前に流れているのはモーゼル川の支流のエルツ川に、なります。ということで今日はヨーロッパもしくはドイツの真のお城と言われているエルツ城をご紹介します。エルツというのは昔のドイツ語のエルセとかエルスというですね、ヨーロッパハンノキっていう、木の形、流れに似ているということから、エルツと付けられたということらしいんですよね。通常はシャトルバスでちょっと徒歩で行けるんですけど、僕はモーゼルケルンというところから約1時間のこういった森の中をハイキングしながらお城の方に向かっていこうと思うんですが、やっぱりこういうエルツ城には晴れもいいんですけど、こういう神聖というか、何ですか、神秘的な雰囲気似合うということで行ってみましょう。40分ぐらいに歩いてきました。森のまさにど真ん中、谷の奥深く、そしてこのエルツ川に三方を囲まれたところに立っているのが目の前に見えるエルツ城ですね。1965年から95年まで500ドイツマルクとしても紙幣にプリントされていたということで、ドイツ人におなじみのお城の一つでもあるんですよね。なんでこんなところにお城を建てたかというと、モーゼル川って交易路であるんですけど、そしてこの周りはアイフェルとかマイフェルトっていうとても豊かな土壌を持つ地域ということで、そして多くの商人が行き来をしていたということで、交易路の安全や侵略から守るために、ここは戦略的に有利な場所であったということなんですよね。約毎年30万人の人が訪れるということで、高さ8メートル、35メートルまで、居住用の塔があったり、出窓、屋根、木造の木組みの部分があったりと、なんともロマンチックですけど、もうちょっと近づいて行ってみましょう。お城の正面にやってきました。お城の建設自体はだいたい9世紀から10世紀に始まったと言われているんですね。はじめ、柵の土の壁と柵があって守られていたんですが、本格的に建設が始まるのは11世紀の後半から12世紀なんですよね。そして12世紀の後半から750年の間、約このエルツ家、エルツの一家がずっと治めてきた家、お城になるんですよね。ただ、17世紀、ルイ14世、フランス王ルイ14世によってお城が大きく破壊されてしまったんですよね。ハイデルベルク城も同じなんですが、その後1844年から88年にかけて修復をされたんですが、ドイツにある他のお城、ホーエンツォレルンとかノイシュバンシュタイン城と違い、このお城はまさにその昔の中世のままの姿を再建しようということで建てられた、修復されたというので、まさに真のお城と言われているんですよね。ということで、ちょっと中に入ってみましょう。そして19世紀になって、ここには様々な著名人が訪れたんですよね。有名なフランスの作家、ビクトル・ユゴーも訪れて、壮大でほの暗くて、まさにお城であるというふうな印象を受けたというふうに言っていますし、あと19世紀に、ここは、後にイギリスの多くの観光客の方が訪れるようになったということで、すでにロマン主義の時代でもあったということで、風景作家のウィリアム・ターナーとかも訪れている。そして他にも、ビルヘルム2世であったりですね、グッテンモーゲン、あとスウェーデンの王様も訪れている場所ということで、通常はですね、これお城の中、撮影が禁止なんですけど、皆さん特別に今回は
許可をね、いただいたんですよ。もう、皆さんにお見せできて嬉しいですが、中庭が、こんな風に、いいですね。じゃあちょっと入ってみましょう。早速ね、入ってきました。一つのお部屋だけご自由に選んでいいですよというふうに言われたので、一番このお城を代表するリッターザーね、騎士の間にね、入ってきました。まさに目の前に、春にしね、重さ40キロもある甲冑が見えるんですが、ここのお部屋はもともと家族などがね、集まる場所、そして様々なお話、会議などをする場所ということなんですが、見てください。例えば、面白いものがあるんですよね。ここにナーレン・ケプフェと、ね、言われるもの、道化師の頭。まさにここでは言論の自由があって、誰でもね、自由に意見がね、言うことができたんですよね。中世のね、道化師っていうのは、何も恐れることなく、何でも言うことができたということで、奥にもね、角にも見えますよね。テーマにタブーがなかったということなんですよね。そして、ここにはワッペンがありますよね。この、エリツ家の関係する町の、ワッペンということなんですけど、ワッペンっていうのはドイツ語でバッフェと関係してるんですよね。もともとこういう騎士とかっていうのはこういうふうに甲冑をね、被っていて敵と味方を見分けることができなかったということで、縦にこういった自分たちの町とか紋章などをね、描いてそこからワッペンというふうに、バッフェから武器からワッペンということなんで、紋章の形っていうのがこういう縦のね、形をしているということなんですよね。他にもこういったトルーエ、キャビネットですかね。美しいキャビネットもあります。そして、その自由に人々が意見を交わした後は、ここで話されたことは、この部屋を出た後は口外をしてはいけないということで、この口外してはいけませんという約束をね、象徴したバラが飾られていると。最後忘れていた。ここにこういう小さなね、大砲のコレクションがありますが、これも実際にね、使うことができた大砲のね、コレクションになっていますよ。エルツ城にはシャツ館も宝物館もね、あるんですよね。ということで、様々な金銀の宝石を見ることができる。12世紀から19世紀のね、ものが多いんですが、特にこの鹿に乗るディアナとかですね、やはりこの貴重な、これはココナッツの、ね、木で作られた、まるで竜みたいな、これもまたなんとも珍しい。お城の内部いかがでしたでしょうか。本当はね、いくつかもっと部屋があるんですけど、ちょっと許可が出たのが1部屋ということで、ただね、それでもなかなかそんなに、こんな僕みたいな一般の人が許可をいただけるなんて、これも YouTube やってよかったなと、本当に皆様の支援があってだと思います。ここは33代ずっとね、続いているお城ということで、今はカール伯爵という方が住んではいないんですよね。お部屋はあるんですけど、あんまりほとんど来ない。基本的にはルーテルスハイムの近くにあるエルトビレというところに住居があって、そこでね、住まいになっている。今はこのお城の管理人の人がね、住んでいるんですよね。まさに70メートルのこの楕円形の岩の上にね、建てられているのが分かる作りになっている。ちょっとなんか食べるものないかな。お城内にはカフェとかね、セルフサービスのちょっとしたレストランがあるんですよね。そんなに多くバリエーションはないんですけど、これやっぱお城をね、目の前にして食べれるということで、ちょっともう早速僕はやっぱりケーキ、ギャーン、垂直、こういうふうになんかすごい特別のシートまである。キャラメルのケーキ、なんかチョコが層に下になってるのかな。いただきます。学生の
食堂に出てくるケーキ、なんか安心感がある。普通に美味しい甘いケーキ。ということでね、エルツ城いかがでしたでしょうか。皆さんがね、思い描く中世の城、騎士の城っていうのはね、もうドイツだったらやっぱこのエルツ城だと思います。夏もいいんですけど、秋もね、ぜひおすすめですので、行きにくいんですからね、ぜひ行ってみてください。また次回のね、動画でお会いしましょう。チュース。